日本のアニメについて話すで。Yo! What's going on 日本？リクエで。日本のアニメっていうのは世界中に有名なものでございます。世界中の皆さんに誇れるものでございます。外国人の私はですね、日本のアニメは好きですかっていうのがよく聞かれる質問でございます。ということでですね、今日はですね、私の日本のアニメの経歴についてですね、少し皆さんと紹介したいと思います。まずはですね、私が小さい頃ですね、90年代頃やねんけど、その時はですね、日本のアニメかアメリカのアニメかっていう意識はそんなにはなかったんですよ。その時マレーシアに放送されたアニメはだいたい吹き替えで、放送されているので、たまにマレー語喋ったり、たまに英語で喋ったりしているので、これは日本のアニメ、またはこれはアメリカのアニメっていうのがあんまり意識はなかったんですね。全般的にアニメとして見ていました。その時ですね、見てて今でも印象が残っているのは、まずはダッシュ4クロっていうアニメでしたですね。ミニ四駆はですね、トラックの中に投げてそのまま走れるっていうのがね、すごく印象的でした。あとはですね、ホケスティックを使ってそのミニ四駆を誘導していくっていうシーンも未だにですね、鮮明に覚えております。もちろん真似もしていました。その後はですね、キャプテン翼は、私は見れなかったんですけど、マレーシアで放送されたのはキッカーズっていう作家のアニメでしたね。ゴールキーパーはですね、帽子をかぶって、シュートを止めようとしている時ですね、ゴールの上に立ってですね、ゴールをガラ空きにして、シュートを止めようとしているシーンが今でまだ覚えております。あとはやっぱり世界のドラゴンボールやで。ピッコロが好きです。ほんで中学生になっていて、中学生の頃は多分ルロケンと西遊記を見ていたような気がします。そして高校になるとですね、その時はですね、スラムダンクですね、そうですね、先生バスケがやりたいですっていうシーンもね、未だに覚えていてですね、カラオケとか行ってもですね、世界が終わるまでは歌いたくなる曲でございます。その後ですね、金田一ですね、これも、結構見ていました。当時はですね、高校の頃の私はですね、日本のアニメよりもどっちかというと日本のドラマにハマってしまったタイプなんですね。その後ですね、日本語学校に行って、その時は大体18歳、19歳ぐらいなんですね。当時は流行ってたのが、ナルトだったんですね。これももちろん見ていました。周りはですね、ナルト以外でもブリッジとか、あとワンピースとかも見ていたんですけど、さっき言ってたようにですね、私は日本のアニメよりも日本のドラマの方にハマってしまったんで、ブリッジと、ワンピースを見ていませんでした。ほんでですね、20歳ぐらい日本に来てでその時はですね、日本人の友達に日本のアニメもいろいろ紹介されましてですね、その時最初に見たのはですね、多分初めの一歩だったんですね。またスポーツのアニメでございます。初めの一歩ですね、結構好きなアニメの一つでございますですね。このデンシーロールのシーンはですね、未だにですね、真似したくなるっていうシーンでございます。スラムダンっぽい物語っていうか、バスケの話をもう一回見たいなと思ってて、その後ですね、黒子のバスケっていうアニメは友達に紹介されて、もう見始めてですね、黒子のバスケにもハマりました。で、黒子のバスケを見た後に、アヒルの空ですね、ネットフリックスで配信されて、アヒルの空も見るようになりました。そのスポーツのアニメ以外にも、戦い系のアニメですね、全集中のやつですね。鬼滅の刃ですね。鬼滅の刃を見る前に、結構前からですね、進撃の巨人も私は見ていました。で、今ですね、鬼滅の刃も止まっていて、進撃の巨人はすごく今面白くなっているので、進撃の巨人は、リアルタイムで見ております。あともう一つですね、毎週楽しみにしているのが、鮭呪術廻戦。呪術廻戦というアニメはですね、少し話が複雑やねんけど、それなりにはですね、面白いところがあるかなと感じております。日本のアニメの特徴をピックアップしようとしたらですね、個人的にはですね、のアニメはどっちかっていうと、その主人公はですね、若い人ですね、少年とか少女が多いかなと思います。あんまり大人が主人公になっているアニメが、私は見ていないというか、あまりないような気もしますね。一方ですね、アメコミのアニメを見ると結構ヒーローっていうか主人公はですね、大人の人が多いアニメかな。あともう一つですね、日本の
アニメの特徴と言いますと、主人公はですねどっちかっていうと、1つか2つぐらいの能力があって、でもすごく強いっていうわけじゃなくて、主人公がだんだん強くなっていくタイプというか成長していくタイプが多いかなと思います。一方ですね、アメリカのアニメ、アメコミのアニメはどっちかっていうと、主人公がすごく金持ちだったりとか、すごく天才だったりとか、すごく強いだったりとかですね、すでになんか弱点ないんじゃないかぐらいのスタートで始まることが多いんですね。その後ですね、相手がその主人公の弱点を見つけて、だんだん崩していくっていうことに対して、主人公はその弱点を直していくっていうところが、このアメコミの一つの特徴かなと思いますね。そこがですね、アメコミとちょっと日本のアニメの違いがあるんじゃないかなと個人的に思っております。やっぱりですね、この頑張っている少年少女っていうのがですね、すごく日本のアニメの特徴かなと思いましてですね、例えばですね、少年の私が同年代が頑張っているところはですね、かなり共感する部分がいっぱい出てくるんじゃないかなと思いますね。あと夢も与えてくれるんですね。あともう一つですね、やっぱり大人になると同じアニメ見たとしても頑張ってる少年をですね応援したくなるっていう気持ちにもなるので、そういうところがその日本のアニメの魅力なんじゃないかなと私は思います。まとめますとですね、日本のアニメが好きですかって聞かれたら、ものによって好きなものもありますっていう感じでしか答えることができないんじゃないのかなと思います。いやー、どうでしたか皆さんも日本のアニメはいっぱい見てるんでしょうか。ぜひですね、この私にですねこのアニメ見てほしいっていうものがあればですね、一言コメントを残してください。ということでですね、今日の話はこの辺にしておきます。また会いましょう。以上、リキャッタでバイ。